皆さんこんにちは。こんにちは。衆議院議員の長島昭久です。今日は山水会チャンネルの第3回目ということで、私の尊敬する石井正文大使をお招きをいたしまして、最近行われました日米首脳会談を受けて、これからの世界、そして日本はどうするんだ、こういったことを少し短い時間でありますけれどもお話をさせていただきたいというふうに思っています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。光栄です。とんでもないです。石井大使との出会いですけども、私実はお師匠さんが2人戦略家としてお二人いましてですね、お一人はもう奇跡に入られましたけれども岡崎久彦大使、そしてもう一人が、佐藤幸男元国連大使であります。で、その佐藤幸男大使に、ご紹介をいただいて初めてお会いしたのが石井大使でございまして、もうそれ以来ですね、もう10年以上もっと前ですね、15年ぐらい前ですけども、それ以来、毎年暮れに翌年の、世界情勢と日本の外交指針みたいな外交戦略というようなメモをですね、必ず石井大使書かれてまして、私ずっとそこからシェアをある時期までさせていただいて、もう私はそれを羅針盤にしながら翌年のいろんな外交や安全保障を考えて、大体間違ってるんですか？いやいや、その際本当に勉強になって、おりました。で、その石井大使に、この山水会でもお世話になることになってですね、シミュレーションはじめですね、この毎月の勉強会、実は今日この後石井大使のお話を伺うことになっているんですけれども、そういった勉強会でも今回また改めてお世話になるということになりまして、でこの山水会チャンネルシリーズは、我々のような国会議員が、その対談の相手を指名して、それで、少しお話をするということになって、私はもう迷わず石井大使を、指名させていただきました。今日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。で、まず2月7日の日米首脳会談を、どうプロの目から見て、どう見るか、私も準備に携わった経緯から後ほど少しお話しさせていただきたいと思いますが、マスコミではいろんな言われ方がしている、批判もあれば、うまくいったねということでもあるし、海外の人は私が会った限りではおおむね日本はよくうまくやったなっていう、そんな、評判ではありますけれども、大使から見てどんな印象を持っておられますでしょうか？うまくいったんじゃないですかね。私関与もしてないのであまりすっかりなことを申し上げるのは恐縮ですけれども、期待値が低かったからうまくいったっていうよりは、はい、実際良かったと思いますね。それ第一にやっぱりアメリカにとって日本は重要な国だというふうにトランプが考えてるっていうことが再確認できたっていうのはものすごく大きなことだと思います。これはアメリカ、トランプにとって多分一番大事なのは国内アジェンダに加えて対外的には中国とねどうディールするかってことでしょうけど、それを考える上で一番頼れるこの地域の国はどこかっていうと日本だということですね。それはちょっと言い方悪いですけど、やっぱり安倍総理の時にそれを安倍総理が相当トランプさんに一期政権の時にですね印象づけたっていうのがあると思うんですけど、それがちゃんと未だに残っているというのが今回再確認できたのは非常に良かったと思います。ですからやっぱり石破総理っていうのはそういう大事な国の総理だっていうことで、やっぱり相当温かく迎えたっていうかね、トランプさんっていうのはやっぱりビジネスマンですから、大事なお客さんを楽しませる術はものすごく心得てるので、それを全て今回石破さんに使ってくれたっていうことで非常に良かったと思います。2つ目はですね、やっぱり紙を作ったのが良かったですね。っていうのはトランプさんとの関係では私が言うまでもなくホストのトランプさんが倍喋りますから、こっちが倍喋っちゃ絶対いけないんで、そういう意味でこっちが入れ込みたいことをそのまま取れるわけはないのでですね、それをあらかじめ紙にして整理しておいたというのは非常に良かった。後で申し上げるように紙にしたからといってその通りになるかどうかは別なんですけど、ただ少なくとも発射台ができて、その上でこう書いてあるよねと言って相手を押し込む術ができたっていうのは非常に良かったと思いますし、かつ中に書いてあることがですね、取りたかったことは基本私は全部取れたと言っていいんですね。
特に北朝鮮の非核化っていうのは若干心配してましたし、台湾の重要性とかですね、あとはFOIPとか、見捨てられるかもしれないそのフィリピンみたいな同盟国とかね、その重要性とか、そういうことが、クアッドとかですね、そういうことが書けたっていうのは私は非常に良かったと思いますね。ただ最後申し上げると、そうなんだけどこれからじゃあそのままストレートにうまくいくかっていうとそれは別で、これからトランプさんが何をやるか分かりませんし、その後もいろんなこと起こってますし、やっぱり一番大事な同盟国であるヨーロッパを相当ね叩いてますね。あれは本当に良くないと思いますけれども、タリフの問題もありますし、いずれ日本との関係では防衛費の問題、ホストネーションの問題とも出てくるでしょうし、だからかつ韓国との関係はどうなるかも分からないし、フィリピンもどうなるか分からない、第三国とどうなるかということが日本にもやっぱり影響はありますから、でかつですね、ちょっと言い方悪いんですけど、やっぱりアメリカの大統領の言葉の重さっていうのがだいぶ下がってきてるんじゃないかなって、要するにガザ買っちゃうとかですね、ああいうことをちょっと言い方悪いけどできるはずないし絶対やらない方がいいことを言って平気だっていうのはね、やっぱりそれはクレディビリティが落ちてくるんだろうと思うんですね。そういう意味でもやっぱり今回うまくいったからといって今後うまくいくとは限らない、それはですね後でご議論になると思います。やっぱり日本が何をこれからやるかに大きくかかってくるんだろうと思います。ありがとうございます。私も率直に言って想定外がなかったっていうのは本当に安堵で事務方で積み上げていってもその通りトランプ大統領が話をされるとは限らないじゃないですか。しかし今回はかなり事務方が積み上げたその枠の中で、例えば共同記者会見でも紙を見ながら珍しくお話しされてましたので、そういう意味では本当に積み上げたものが実ったっていう意味で非常に総理の周り外務省経産省をはじめですね、そういう意味では一体感が今出てきててですね、非常にいい雰囲気になってるなというふうに思いました。それでやっぱり最初に大使おっしゃったように、なぜトランプさんがあんなに我々が拍子抜けするぐらい総理に対して石破総理に対してすごい配慮されてたと思うんですけど、これはやっぱりいつにかかって別にお互いが信頼関係がいきなり構築されたとかフィーリングがあったということではなくて、対中戦略上日本がどれだけ重要かってことをやっぱりトランプさん自身がある意味確信していて、周りもおそらく相当そういう説明をされたんだと思うけど、そうだと思って、それでおそらく日本国総理大臣をこういうふうに遇しようという、そんなことが現れたんだろうなと思いました。それで私は本当にほっとしたもう一つの理由は、11月にですね地ならしでワシントンに行ってでトランプ系の人たちとも話して、日本がこれだけ努力しているという話もしたし、基本的には政策の継続性というものが担保されるのかっていうのを私としてはテストして帰ってきて、で、報告としてはですねミニラテラル、つまりその日米韓、日米非、日米豪、あるいはクアッド、こういうことも含めてかなりの程度ですね政策が継続できるんじゃないかという感触を持って帰ってきて、そう報告して、それから3ヶ月後に実際そういう形になってくれたんで、それは本当に私としても安堵しました。それやっぱり地ならしされた効果っていうのがあったということだと思います。それは本当に私もそういう意味では良かったなと思っています。それでそれの一番のポイント、私も総理と何度かやったんですけど、やっぱり主体性、つまり相手から言われて防衛努力をするとか、あるいはちょっとうちは昔はそうだったじゃないですか、憲法上の制約があってここまでしかできませんみたいな言われてから値切るみたいな、こういうことは絶対ダメだと。主体性だと。あとは積極性はですねやっぱり孫さんと会ったのが結構大きくてですね、孫さんのおっしゃってることはどのくらい実現するのかちょっと分かりませんけどもそれはああいうふうにやっぱりトランプさんに対してアプローチするのがいいということで、経産省も汗かいて、1兆ドルの投資とかですね LNG とかですね、1兆ドルの投資もですね実はもう8000億ドルまで来てるんで、別にそんなにむちゃくちゃ高い水準でもないですね。で LNG の場合は、これから少し長い年月がかかるし、コストに見合うかどうかってこともこれからチェックしていかなきゃいけないし、これは非常にいい話ですね。そうですよね。同盟国のエネルギーですから、エネルギー安全保障上は間違いなくいいし、
それはまあ韓国や台湾にとってもおそらくシェアできれば一番いいんだろうと思いますので、まあ、その先鞭を日本が積極的につけたという意味ではすごく良かったと思います。まあ、それからもう一つは私は大使がどっかでインタビューに答えておられた、同盟関係はもはや特権ではないと。やっぱりトランプさん、まあ、いろんな批判や分析がトランプ外交についてはありますけど、やっぱりなんていうのかな、僕らまあ国際関係で習ったそのリアリズムの世界にまあ入ってきたんだと。つまり今までアメリカがいろんなことで持ち出して、国際秩序をこう維持してきた時代ではもはやなくなって、そのアメリカについていけばなんとなくいろんな利益が悲劇されてたみたいな時代とはもはやなくて、本当に自立っていうのは過去のそのナショナリストが言ってたような、右左右のナショナリストが言ったような対米自立じゃなくてオートノマス、自分で自分のことを律することができる、まあそういう自由ですね、行動の自由も確保しながらアメリカとの同盟をこう強化していくという、まあ、そういう意味では自立性っていうのがね3つ目のキーワードだと思って、おります。でこれからやっぱりそういう中でアメリカが別になんていうかな、引っ込んじゃうわけじゃないけど国際秩序をこう維持するという意思みたいなものがこうだんだん欠けてきて、国際秩序を維持する局面でアメリカがあんまり今までのように出てこない時にも日本がやっぱり出てっていく役割ものすごく大きくなっていると思うんですよね。ですからそういう役割を担える日本に、なっていかなきゃいけないんで、そこはもう自力をつけるしかないと思ってまして、そんな3つの柱で、これから日米同盟をもっともっと強化できればいいのではないかなと、まあ、こんなことを首脳会談を見て思いました。その辺また大使と、こういう形で、そういうご評価もいただいたんで、私の自信がおっしゃるようにこれから何をやるかにかかってますね。これがうまくいくかどうか。そう思います。スタートは非常にうまくいったと思うので、でさっきおっしゃったように共同声明中身非常に私良かったと思っていて、まあ、特にこの山水会でずっとやっている台湾の問題でいくと、かなり踏み込みましたよね。今まで二国間日米の間の共同文書ではなかったフレーズが2つ。1つは今までは力による一方的な現状変更は許さないという話だったんですけど、今回は力と威圧だから、平時においてもその力の行使だけじゃなくて力を背景にした威圧をですね、日米ともに拒否するということははっきり言った。それからやっぱりもう一つは国際機関にね、意味のある形で台湾が参加する。これはいろんなところで今まで言ってきたことではある新しいフレーズ、つまり日本がその中国政策台湾政策を大きく変えたっていうんではないんですけど、しかし日米の間でそれが盛り込まれたっていうのは意義が非常に大きいし、その後行われたヨーロッパで行われたのかな、日米韓の外相のステートメントでもそのくだりが入りましたので、これは非常に大きな現実的にできることですし、台湾のだんだん承認している国が少なくなっていく中でね、やっぱり生存空間を広げてあげなきゃいけないので、そういう意味でも非常にタイムリーで意味があることだと思いますけどね。そういう日米首脳会談、一つの、山を乗り越えたという感じがあるんですけど、さあさりながらその山を乗り越えた後の世界っていうのはいや本当に混沌として、今さっき大使もおっしゃったそのヨーロッパとアメリカとの関係がこれからどうなっていくのかわからない。そして今頃サウジアラビアでルビオ国務長官とラブロフ外相、ロシアの外相会ってるようですけども、それがどういう結果になるのかわからない。ちょっとこの今混沌としている世界を石井大使なりにどうなんていうかな、分類というか整理します。一言では言いにくいですけど、やっぱり今年はねちょうど戦後80周年ですので、で実は今年2025年だから80年経つと次は2105年ですよね。ということは22世紀、なので私たちはちょうど第二次世界大戦の終わりと22世紀のちょうど真ん中あたりに立っているということなので、簡単に言うと過去80年間やってきたやり方がそろそろもう制度疲労でうまくいかなくなってきたんで、これから80年はねおそらくだいぶ違うやり方を試していかないといけないんじゃないかと、そういう
ものすごく重要な岐路に来てるんじゃないかと思いますね。はい、さっき中島さんおっしゃったみたいに、だからアメリカがね力があるにもかかわらず、もう国際紛争をね解決するために関与しようという意欲っていうか、意思が薄れちゃってね、これは多分ですね、不可逆的なんだろうと思うんですね。もうなんか次トランプ現象っていうだけじゃない。これアメリカ自身がそうだからトランプが選ばれたっていうことなので、おそらくこれは誰がハリスであっても変わらなかったと思いますし、今後誰が選ばれてもね、変わらないんだろうと思うんです。ですからそれを前提にして組み立てていかなきゃいけないっていうことなので、そういう意味ではね、相当考え方を変えて、新しいやり方を導入していかないといけないということだと思います。ありがとうございます。今の世界3つぐらいに分かれるんじゃないかと思ってます。一つは一番ベースはおそらく米中の僕は冷戦構造だと思ってます。もちろんトランプさんどっかでもしかすると米中ディールをどっかでやるかもしれないし、中国もその辺トランプを誘い出していくような。ウクライナにね中国がどれぐらい関与するかっていうのは一つ大きなあれだと思います。それがいきなり大型の投資をしたりとかですね、あるいは大きな買い物したりして、トランプさんがそれでいいっていうふうに思ったら、もしかしたら我々の頭越しでそういうことが起こるかもしれないってことは、ちょっと頭の隅に置きながらも、しかし今のその世界の構造、国際関係の構造でいけば、これも間違いなく覇権国にその中国がチャレンジしているそういう構図ですから、そう簡単に米中がなんていうかな、一緒に物事を作っていくというような戦後の米ソみたいなことにはならんと思っています。ですからこれから本当に長い米中の冷戦構造になるんだろうと思う。でその中で、今までで言うとアメリカを中心とした西側っていうんですけども、ちょっと中心になる意思を変えてる部分もあるので、我々日本もかなり出張っていきながらそういう自由主義の民主主義の一つのグループがあると。で対抗勢力として、ウクライナ戦争を通じてロシア、中国、イラン、北朝鮮という、最近その頭文字を取ってクリンクなんていう言い方をするようですけども、そういう国々が本当にお互いの利害を絡み合いながら、反西側連携枢軸みたいなものを作りつつあると。でこういうものに対してしっかりとした抑えをしていかなきゃいけない。そしてもう一つはグローバルサウス。もう石井大使はずっとこの間もグローバルサウスに対するエンゲージメントっていうのをすごく強調して来られましたけれども、やっぱりグローバルサウスって別になんか一枚岩になってるわけではなくて、地政学的な位置づけも違うし、経済的な利害も違うし、あるいは中国やロシアとの距離感も全然違うじゃないですか。でじゃあアメリカはっていうとグローバルサウスはちょっと苦手ですよね、エンゲージするのは。でそうなると日本に対する期待というか、さっきの自分で申し上げましたけども、日本の役割っていう意味ではグローバルサウスをきちっとつなぎ止めていく意味では日本の役割は大きいと思うんですけど、グローバルサウスをまず大使はどうご覧になっているか、そしてその中でポイントとなるような国があれば教えていただければと思います。私今後の世界がどうなるかっていうのはね、やっぱりそれはトランプさんのもたらす影響がどうなるかってものすごく大きいと思うんですけども、そのうちの一つはですね、やっぱりアメリカが戦狼外交をやっちゃってるってことですね。ロシアとアメリカ今どこが違うんですかというと、グリーンランドとかねパナマをめぐって力による威嚇はしてるわけですからね、もうね、そういう意味では実際に武力を使ってないという一点を除いて同じですよ、基本的には。要するに自分の影響権を作って、力が強いものはね例外主義で何をやってもいいんだみたいな感じで出てきてる。これはおそらくいわゆるグローバルサウスの人たちの、なんていうか同情とかね、共感とかを失う。これは多分戦後80年曲がりなりにもね秩序が保たれてきたのは、2つの戦いを戦ってみんな疲れてね、一定の原則について国連憲章に書いているようなことをみんなコンセンサスができたっていうことと、それを崩すやつがいたらアメリカが力でそれを抑えてたからですよね。でもはやアメリカは力で抑えないから、抑えないどころか今ある秩序を壊しにかかっているので、
そういう意味ではね、二重にひどいわけですね。そうすると、グローバルサウスの同情、今までアメリカが80年間積み重ねてきたね、良い行いとかね、アメリカに対する尊敬とかね、そういう部分がこの4年間で全部崩れちゃう可能性があるっていうことですね。でもう一つはやっぱり選択的関与って言いますが、全部関与しないわけじゃないんでおっしゃるように、ただ全部は関与しないんで、例えば日本の近くであればね、同盟国であるにもかかわらず、例えばフィリピンがね、中国との間で何か問題が起こった時にね、アメリカが軍を派遣して守るかっていうと、今の流れでいくとそんな感じは私は全然しませんね。フィリピンもそう思ってないと思いますね。だからそういう同盟国でさえ見捨ててしまうぐらいの選択的関与をやっていくということなんで、そういう問題についてアメリカがやらない以上ですね、そういう国際紛争を解決する能力もあってやる気もある数少ない国々、そういうヨーロッパであり日本とか韓国を含む、アジアのね、民主主義国ですね、そういう国が隙間を埋めてやっていかなきゃいけないわけですね。で隙間を埋めてやっていくのはいいんだけど、アメリカであればね、相当強権を発動してね、ゴーンとこの解決策を作っちゃうわけですけど、これ日本とかヨーロッパがやってもね、みんなね従わないわけですよね。それがやっぱり解決策っていうのは必ずみんな損をしてるから、ちょっとずつ譲歩をみんなしないとうまくいかないので、これはやっぱりみんなアンハッピーなのでみんな文句あるわけですよね。でもアメリカに文句言うと怖いから、いやこれね、アンワールさんがマレーシアのアンワールさんがね、インタビューで言ったことなんですけど、もう今まではね西側についてないと怖かったと、怒られるかと思ってた。今やね、もう西側から離れてもね、怒られない、怖くないって言ってるんですよね。でそういう力で抑えてきた、ないしは恐れで抑えてきたガバナンスがね、もうなくなっちゃうんで、じゃあどうやってガバナンスするんですかというと、これは多分多数派なんですよね。日本とかヨーロッパがやる解決策がこれいいねって、世界の半分以上の国からねいいねって言われれば、それは力を持つわけで、これはある意味ね、国際政治の民主化なんですよ。アメリカが一人でドーンとやってたんじゃなくて、みんなでね、多数決で良ければ進みましょうってことだと思うんで、おそらくすごく端的に言うとルールバイフィア、アメリカのフィアからルールバイマジョリティに変わっていくと、これが多分一番大きな動きだと思います。すいません、長く言いましたが、それをやるためにはまさにグローバルサウスの中で重要な人たちを引っ張ってこないと、それで多数派を形成していかなきゃいけないってことになるんだろうと思いますね。どこが鍵を握るですね、私は例えば G7 が毎回やる開くときにね、首脳会合にはアウトリーチパートナーっていうのですね、あれ過去呼ばれた国をいろいろ調べてみるとですね、やっぱりその中でたくさん呼ばれているのはインド、ブラジル、でおそらくこれから2040年代には日本の GDP を抜くであろうインドネシアからインドネシアだけ引っ張れないんで、おそらくASEAN の議長国とかね、それとあとはあれですかね、アフリカでいけばね、本当はナイジェリアが重要だと思いますけど、ブリックスに入っているっていう意味ではね、南アもこっちに引っ張っておきたいんで、南アとアフリカの議長、それに加えて中東はですね、やっぱりトルコとサウジアラビア、で、アジアはですね、やっぱり韓国でありオーストラリア、この辺のところがこっちに常に入っていればね、これ今申し上げたのは簡単に言うと G20 から中国とロシアを除いたようなもんなんですけどなるほど。だからそういう人たちをこっち側に引きつけておくような何らかのね、システムを作ればね、相当やっぱり多数派形成には役立つんじゃないかと。今石井大使が挙げられた国はなんとなく既視感があるんですけど、去年の広島サミットのアウトリーチ国が大体それにかすって、だから非常に国の選別は、それに南太平洋の島しょ国も入ってましたけど、去年のすごく戦略的なチョイスだったな。広島のやつは非常にチョイス良かったと思いますね。やっぱりブラジルを呼んだのが非常に良かったと思いますし、で私もね、やっぱり本当にやっぱり国際秩序を作っていく要素って一番大事なのはもちろん力、パワーですけども、やっぱりもう一つは数ですよね。そうですね。ですからその数を日本がしっかりまとめきれるかどうか、それは例えば法の支配とか民主主義とかいろんなもちろん価値を軸にしていくんだろうと思いますけれども、本当にインド太平洋、私はね中東とかアフリカとかいろんななんていうかな、国際的に関与しなきゃならないところってあるし、
関与し始めたら、全部いくらでもあるんだけど、日本は全部できないしやらなくてもいいですから、ね、と思います。だからそれはやっぱりね、我々はやっぱり自分たちのフィールドであるエリアであるアジアをまず重視するっていうのはもう、これ仕方がないことだし、やっぱり残念ながら朝鮮半島にも火種が残ってる、台湾海峡にも火種が残ってる。やっぱりまず自分たちの周りにしっかり、手当てをした上で、そうですね、アジアにおいてこの外交の自負を築いていくっていうのが、僕はセオリーかなと。やっぱりアジアのことは俺に任せろってぐらいのつもりでやらなきゃいけないってことですよね。繰り返しになりますが、やっぱりアメリカは関与してこないし、フィリピンみたいな同盟国も見捨てられるし、おそらく南シナ海に対する関心も非常に低いし、ということですよね。ミャンマー紛争なんて絶対関与するつもりないし、関与すると今度は人権とか言い出しそうだし、だからそういうことから考えると、もう東南アジアは日本が面倒見る、例えばフィリピンは日本がある程度守らないと非常にまずいことになると、やっぱりバキュームになっちゃうんで、あとミャンマーの紛争ぐらいね、日本が相当温度とって解決するってぐらいのことをやらなきゃいけないし、あとその大きな流れでいけばね、それはおそらくこれからアジアで重要になっていく国っていうのはインドとインドネシアですよ。GDP とかね、人口の大きさ考えてもね、それはインドとインドネシアなんで、この2つをうまく巻き込んでいくのが重要で、特に今ね、インドネシアはブリックスに入っちゃいましたからね、だからあのままにしとく手はないですね。そうですね。これはどうしてもインドだってブリックスとクアッド両方入ってるんで、少なくともそこまで持っていくようなね手立てを日本が考えないと。私はイギリスに実は注目していて、英連邦諸国ってあるじゃないですか、56カ国。あれって例えばインド、カナダ、オーストラリア、シンガポール、南アフリカ、ナイジェリア、マレーシア、かなりいい国々が入っているんですよね。で、私は本当にイギリスがEU から離脱して、インド太平洋にやっぱりヨーロッパの国々の中で一番関心持っていますよね。それイギリスプラス英連邦諸国あたりをですね、資源ナイジェリアとか南アフリカとかカナダ、オーストラリア、資源非常に豊富だし、ハイテクっていう意味ではインドもシンガポールもマレーシアもかなりハイテク国家だし、これからでこれだけ全部僕ちょっと足し合わせてみたんですよ。アメリカと37兆ドルの大きな市場になるんですよね。中国は15兆ぐらいですから、こういうところで一つ大きな経済圏でも作ればですね、私は日本のパワーになるし、それは世界において数を占めていく上では非常に有効な外交戦略ではないかなと思っているんです。英連邦で大事だと思うんですけど、やっぱりイギリスのプライオリティって僕は本当にこれでいいのかなって若干思ってまして、っていうのはやっぱりイギリスに本当は一番やってほしいのはアフリカですよね。やっぱりアフリカ基本的には今ね、フランスどんどん追い出されていて、その代わりに中国が入ってきて、ロシアが入ってくるっていう構図で、アメリカもね今度 US エイドがね、全部駆逐されちゃったらね、ものすごい勢いで US エイドってアフリカに支援してるんですよね。そうするとますます中国が入ってくるということになるんですね。そうするとやっぱりフランスが追い出される中で今後重要になる国は、昔イギリスの統治下にあったケニアだったり、ナイジェリアだったり、ナイジェリアとやっぱりアフリカの中で GDP も一番大きいし人口も一番大きいんで、ここを押さえておく必要があって、これはフランスではもともとできないので、これはイギリスにやってもらう必要があるし、ケニアについてもそうですね。ケニアなんかイギリスがあまり何もしないからアメリカの方に先に行っちゃったりしてるわけで、そこはねそっちの方にもうちょっとね力を、分担ですね。アジアは俺たちがやる。まさにアジアはうちがやるから、インドもね、インドネシアもね、やろうと思えばまだ日本はできる力あると思うんですね。でも彼らはアフリカと望むらくはね中東もやってほしいと思うんですけどね、中東はもうね影響力がなくなっちゃったから彼らはね、しょうがないかもしれないですけど、インドは確かにもともとはね中国に対する警戒心、中印紛争ありましたから警戒心あったけど、米中が和解して日中も和解したもんだから、なんとなくロシアに依存する時期があって、今は7割、軍事、装備も依存してますけど、しかしこれから減ってきてますからね。今減ってきてるし、これから米中が抜き差しならない関係になるとすれば、これからインドとの間合いを我々詰めていく、時期が来てるかなというふうに思いますね。もうなんかちょっと突拍子もないこと言うようですけど、
おそらくアメリカはウクライナでその平和維持軍なんか作るときに中国に入ってもらいたいとものすごく強く思っているわけですね。それは多分ヨーロッパだけだとロシアが受けないだろうっていうのが心配があるんで、中国とアメリカでロシアに圧力をかけれるといいと思ってるんですけど、でもその裏に隠れてるのはやっぱりロシアと中国をねできるだけ離してやろうと思ってるわけですね、一応ね、そこまで意識してるかどうか知りませんけど、多分それはあると思うんですね。だからそういう中で米ロが近づいていくっていうのが今の時代になってきてますから、そうするとねウクライナ紛争が停戦になったとね、日本はロシアとの関係どうするのかっていう問題を今から考えておかないといけないわけですね。だからそれは日本がロシアとうまくくっついていくっていうのはこれも中ロ分断にねもともとつながる話なんで、だから安倍戦略はそうでしたよね。面白い、誰かが言っててこれ面白いなと思ったのは、日本、インド、ロシア、この3カ国で枠組みを作るこれなんかものすごく明らか、中国を取り囲んでるんですけど、だから中ロが近づいてる限りはその枠組みはねロシア乗ってこないと思うんですけど、ちょっとずつ離れ始めるとねできるし、インドはね大喜びですよ。インドはだから自分がね仕切れると思ってるから、どっちにも近いんでね。でかつ日本とロシアがひっつくことに対してインドは何の問題もないですからね。アメリカはどちらかというと日本とねロシアがひっつくのはあんまり好きじゃないと思いますけど、インドであればね、だからこの今後の日露の普通に元に戻すだけじゃなくて、国交正常化していくっていう上では私は結構インドの使い道っていうのがあるんじゃないかというふうに思います。もうだんだん時間がなくなってきてるんですけど、もう石井大使のお話を聞いてるとですねもうどんどんイマジネーション、外交のイマジネーションが広がるんですけど、最後に日本が本当にこれからどうしていくか、さっきも私ちょっと申し上げましたけど、今までは日本の役割を拡大するっていう話は日米同盟の中で日本の役割をどう拡大するかみたいな話が多かったと思うんですけど、やっぱり今日お話ししてみて改めて痛感するのは、国際関係、国際政治の中で日本の役割を本当に拡大をしていかなきゃならない実は時代が来たんだなと。でそのためにはやっぱりまず自力をつけること。でアメリカとの同盟関係もすごく大事ですから、アメリカからなんか中国へスイッチしようみたいなそういう話ではもちろんないんでね。ですからそこはしっかり強化しながら、その強化を通じて自力をつけて、そして数を、同志国、同盟国、同志国を関係というものを広げていって、国際政治を安定化させていくと、そういう安定化のための役割をね日本が担えるようにしていきたいと思いますので、また引き続きご指導いただければと思います。よろしく。多分今日本はすごくいい立ち位置にいる、どういうことかと言いますと、アメリカから直接ターゲットにまだされてない、ヨーロッパなんかみんなされちゃってますからね、同時に日本っていうのは数少ないその今の国際秩序を守るだけの力があってやる気もある国だから、それをねどんどん進めていける地位にすごく有利な地位にあるんだろうと思うんですね。だから自力もね今のところそれなりにありますからね、だから1はやっぱりアメリカの神経が伸びないようなアジアの部分を相当やっていくっていうことと、2はやっぱりおっしゃるようにグローバルサウスの重要な国を引っ張る仕掛けを作っていく、だから G7 をベースにしてね、同じような国を毎回アウトリーチで呼ぶとかね、だから G20-2 みたいなやつをね、G7 を核にして作っちゃうとかね、まさにブリックスだって同じようなもんですから、そういうことをやっちゃうとか、ないしはインドネシアをねブリックスだけに入ってるんじゃなくてね、例えば石破総理的に言うとアジア版クオッドを作るアジア版クオッドっていうのはインド、インドネシア、日本、オーストラリアですよ。これはすごくうまくいくと思いますよ。インドやる気だし、インドネシアも、インドネシア大使をされてますから、インドネシアがちょっと一番難しいかもしれませんけど、うまく説得すれば、インドネシアは今ちょっと両方にこう、オーストラリアとインドは大ハッピー、もう絶対支持してくれますね。だからその2つの支持を得て、インドネシアに持っていくとかね、いいヒント、そういうことをもうどんどん頭考えて実行に移していくっていうのが非常に重要だと思います。ありがとうございました。こちらこそ長く喋りましてまたありがとうございました。これで、この回終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。